勝手に名シーン7世。続いてはコミックス5巻6巻のレゼ編より、レゼ編は鬼滅の刃の無限列車編のように単体で映画化されるのではと噂が立つほどに完成度の高い傑作と言われています。レゼは辰木先生お気に入りのキャラクターらしいですね。またレゼ編は多くの映画作品の影響を色濃く反映しているところも特徴で、まさに映画のようなストーリーになっています。ということで背景にある元ネタにも注目して名シーンの紹介をしていきます。雨の日の学校。偶然出会った少女レゼと夜の学校に行くことになったデンジ。初めて行く学校での二人きりの時間はとても青春なシーンになっています。この台風の中の学校は台風クラブという映画をモチーフにしているそうです。そんな中一人でトイレに行くレゼを不審者が襲うと思いきや、そんなことだろうと思いました。静止画でありながら驚くほどリズミカルでモノクロの雨の表現も非常に美しい名シーンですよね。雨の音やロシア語の歌などアニメ化でどう表現されるかもとても楽しみです。花火とキスとボム。何事もなかったようにデートは進み、丘の上での告白、そしてついに花火をバックに超青春なキスシーン。そうです、そんなはずはありません。分かっていますよ。少年漫画史上最もドラマティックで最もイカれてるキスシーンでした。武器人間への変身シーンもしっかりイカれていますが、それにしてもレゼの変身後のデザイン超クール。花火の爆発音とボムの爆発を重ねた表現も非常に秀逸で、アニメでどう再現されるか楽しみです。デンジ出撃。変身したレゼ、別名ボムと公安チームとの戦闘シーン。強キャラフラグ立たせまくりの暴力さんよりも全然強いということがさらっと発覚しますが、ここ地味に絶望ですよね。デンジを連れて逃げる秋のセリフやデンジ出撃までの一連のシーンは実はアニメトップを狙えのオマージュになっています。皆さんは気づきましたか？それでは一連の完コピシーンをどうぞ。エンジンを臨界まで上げておけ。いよいよとなれば本艦ごとやつにぶつける。あいつらを地球にやるわけにはいかん。やめろ高谷、ガンバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。発進。遊び心満載の名シーンでした。 VS ボム。続いてはボムとの戦闘シーン。ボムのデザインもさることながら神シーン連発の名バウトに仕上がっています。サムライソウルに続き作中2人目の武器人間の敵ですが、明らかに他の悪魔よりも強く説得力のある描写になっていますね。夏木先生が好きな漫画家の一人榎本俊二先生もレゼの描写について高く評価しており、女性の体の描写にとんでもないこだわりがあるとコメントしています。写実的な人物の造形と漫画的映画的表現の融合は美大出身の夏木先生だからこそできる独自のデフォルメと言えるでしょう。シャークネード。デンジ&ビーム VS レゼ&台風の悪魔のちゃめちゃバトルシーンはシャークネードというタイトルがついています。これはシャークネードというコアなファンが多いサメ映画のパロディになっています。パロディ元ではチェーンソー片手にサメをぶっ殺していくのですが、チェーンソーマンではタッグを組んでいるのが面白いです。そしてビームかわいい。パロディ元では最終的にサメ入り台風を破壊するため主人公がヘリに乗って爆弾を投下する作戦に出ます。意味がわからないと思いますが、嘘だと思ったら映画見てみてください。多分後悔します。そういうわけで登場人物がチェーンソー、サメ、爆弾、台風だったんですね。元ネタを知っているとより面白いはちゃめちゃ語るです。レゼの覚悟。組織の人間としてデンジを奪う任務で失敗したレゼ、殺されかけたはずのデンジからの純粋で突飛な提案を表面上では拒絶しますが、結局レゼも田舎のネズミになりたい一人の女の子に過ぎませんでした。何にも縛られない純粋なデンジと組織の道具として生きてきたレゼ。かつてデンジにもらった花を見つめ、レゼは覚悟を決めます。セリフがなく表情だけで語られるレゼの覚悟とその悲劇的な結末はチェーンソーマン屈指の名シーンと言えるのではないでしょうか。
ぜひ第2部でデンジと一緒に学校に通ってほしいです。亭主のつぶやき。レゼ編では田舎のネズミと都会のネズミという寓話をベースにストーリーが展開していきます。この構成は押井守監督の人狼という映画を強く意識していると公言されています。人狼ではルーは赤ずきんをベースに組織の犬として生きる自分と本当の自分との境界に葛藤する悲しいストーリーを描いています。レゼ編ではレゼとデンジのストーリーの裏で天使の悪魔が正義でも悪でもない中立的で重要な役割を担っていました。レゼ編はそんな天使の悪魔のどこか物悲しいセリフで幕を閉じています。悪魔でありながら天使の名前を冠した彼もレゼと同じなのかもしれませんね。非常に印象深い名シーンでした。ご視聴ありがとうございました。7選をまとめると、他にもお気に入りのシーンがありましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録もぜひお願いいたします。